じゃあそんなことで自分一人の生活で精一杯だから、じゃあ子供を産むのやめようとか、結婚して責任を新たに持つのはやめようみたいな。もうちょっと経ってから産んだ方が仕事をできるかなっていうのがあると思うから、それで遅くなってるんだと思います。Hi guys and girls on Ask Japanese. You guys ask us, why is the birth rate in Japan so much rapidly declining compared to other countries? Japan right now has a super aging society and not that many kids. Schools are closing. We want to find out how and why. I'm gonna go and ask Japanese girls about it. So let's hit the streets of Tokyo and ask Japanese girls. 日本人の子供の数が減ってきたことに気づきました。そうですね、90万人切りましたよね。出生率が育てにくい国なのかなと思いますけど、子供を産む選択をするのにためらいがちになってるかなと思います。どういうところが一番やっぱり難しいなんですか、今のところは。やっぱり生活、人一人を例えば産んでそのまま育て上げるのにかかるお金と、それを自分たちでその子育てをしながらも自分がうまく生活していけるだけのお給料をじゃあ1年間にどれだけ稼げるのかっていうと、今の日本だとちょっと厳しいのかなと思います。給料が減ってきて、だからこそもう子供のお金が足りないとか。そうですね、何かあった時にじゃあお金があるからどうにかできるっていうのがなくなってしまうと、難しいかな。なんか結婚できない環境かって言われると多分そうじゃないし、物価がめちゃめちゃ高いって言われてもなんかそうじゃないなっていう感じはするんですけど、なんか就職活動私最近してたんですけど、なんか思ったのは、なんかこれまで大学までずっとやってきたことが全然就職に関係なくって、なんか本当もう言っちゃえば誰でも入れるっていうか、言葉が上手い人だけが入れるみたいなところがあったんで、新人を育てるのが会社も難しいみたいなところが、会社の欲しい人材のスキルに合ってないみたいなところが会社の成長を妨げてるみたいなところがあるかなって私は思ったので、なんかそれが結局不景気とかにつながってるのかなって思うと、やっぱ給料が低いってさっきも言ってくれたけど、なんかそういうところで、養育費とかが足りてないのかなとは思いましたね。経済的っていうのもあると思います。あとはそうですね、やっぱり家族化というか個人主義がやっぱり広まってきてるかなと思っていて、やっぱ自分のことは自分でしなきゃいけなくって、例えば他人に頼ってはいけないとか国に頼ってはいけないみたいな、自分の力でどうにかしてくださいねっていうことを、上に押し付けられてきてて、じゃあそんなことで自分一人の生活で精一杯だから、じゃあ子供を産むのやめようとか、結婚して責任を新たに持つのはやめようみたいな風に考えてきてる人も多いと思うんですよね。そういう人がいる中で、いや子供産まない女が悪いっていうのは、どの口が言ってるのかなと思いますよね。確かにもう本当にいろいろもう変わってますもんね、日本では。この後ろのバイクの音が大丈夫？ものすごく生えてるような気がするんだけど。じゃあ続きます。自分もそれについて、なんか逆に国はどうすればいいんですか？出産とかの費用を出してくれたら嬉しいなって思いますね。っていうか子供を産むって結構高いんですかってことですか？どういう意味ですか？なんかその手術代とかする、なんて言うんだろう、医療費控除って多分あると思うんですけど、なんかもう無償ぐらいの、お金出してくれたらいいんじゃないかなとは思いますね。結構お高い感じなんですね。なんか普通に無痛分娩とか最近あると思うんですけど、あれって全然無痛だからって安全ってわけじゃないみたいな話も聞くので、なんかその辺ももっと、安全にできるようになるのかわかんないですけど、そういうところ保証してくれたら嬉しいなとは思いますね。今子育てと同時に介護っていう問題があるかなと思っていて、結構上の自分の親とか
その上の世代っていうのの世話をしなきゃいけない状態で、いや子供は育てられないでしょってなる人だって、ある一定数はいるとは思うんですよね。その時に介護に力が入るよう力を入れられるような仕組みだったりサービスだったりっていうものがもっと広まればいいとは思いますね。そのいわゆる高齢者の方に目を向けているところをもっと自分たちの子供の世代とか次の世代にみんなの目が向くようにというか意識が向くようなサービスだったりがもっと広まればいいかなと思います。そうしたら困ってる時でも一緒に育ったり仕事行ったりとか行けるように。そうですね、やっぱりその介護で時間を取られて子供をないがしろにするっていうのはやっぱり国としてはどうかな、良くないんじゃないのかなとは思うんですよね。もちろん自分の気持ちとしては親がとかその上の世代が困ってるんだったらそっちにも手をかけてやりたいしっていうのはみんなあると思うので、そこをもう少し負担してくれれば自分たちでじゃあ子供を産めるかもとか子供を産む時間とお金があるかもってなるかなとは思います。逆に私が日本で聞いたんですけど、ベイビーシッターとかそういうのはまだ日本であんまりない。でも今あれですよね、それこそインスタグラマーさんとかが結構ベビーシッターだったりそういうサービスを体験していましたみたいな PR とか結構見るので、どんどんその保育園とかも増えてると思いますし、ベビーシッターだったり何みたいな人っていうのはやっぱ増えてるかなとは思います。実際使ってるかっていうとまだ少数だと思いますけど、もうあと数年もすれば広まるんじゃないのかなとは思います。ちょっと待ってね。地元の人口が5万人から4万人に減ったっていう結構減っちゃいましたね。2年で2年で地元を歩いてる時にすごいおばあちゃんとかおじいちゃんを見るのが増えたで子供は逆に遊んでないみたいな公園がね。そうです、公園でもあんまボールとか使えなくなっちゃったりしてあんまり子供遊んでるのは見ないですね。隣の小学校が廃校になりました。原因は何だと思いますか？晩婚化、結婚が遅い、高齢出産みたいな。なんかマイナスのイメージあるんですか？それには年を取ると出産が大変になるから子供を産まなくなっている。長く待ったみたいな感じで。そうですね、仕事第一みたいな。いや私も仕事だと思います。お仕事によってもうちょっと経ってから産んだ方が仕事をできるかなっていうのがあると思うから、それで遅くなってるんだと思います。で個人的には将来で子供が欲しい、絶対欲しい、欲しくない、いやその時に決めようみたいなのどう思いますか？欲しいです。何人ぐらいがいいんですか2人。欲しいです。2人。私は大丈夫ですじゃあなんで子供欲しいか、なんで子供は別にいらないか教えてください。離婚するときにそう簡単に離婚できないかなっていう自分の子孫を残したいから私で途絶えるわけにはいかないっていう、ちゃんと残してでその遊びたいって、あと親にも恩返ししたいっていう、いろんな意味あります。多分面倒ちゃんと見切れないからやめとこうっていうもう社会人になってますか？今の自分がある給料で子供の育つ自信がありますか？ないです。ないです。ないですね。海外によくあるけど日本にはないじゃないですか。一人の女性が自分の子供だけを育つ、例えばシングルマザー、シングルファザーじゃないですか。私もシングルマザーから来てるので、自分が日本で周りにシングルマザー見たことありますか？私のお母さんシングルマザーです。友達とか結構います。私のお母さんもシングルマザーです。よっしゃ。でも日本でそれがすごい大変のイメージが私にはしかないので、どうなんですか実際的には？医療費はかからないです。病院はお金かからない。どうだったんですか？私は国からの支援あんまなかったと思います。なんか親の給料がある一定の収入を超えてるともらえなかったりとかするっていう決まりがあるらしくて、なんか頑張って働いてくれてたんで超えてたんで大丈夫でした。あとおばあちゃんとおじいちゃんがいたからなかったと思います。確かそういうのはなんかこれをちょっと変えたら良くなるんじゃないのみたいな。もうちょっと仕事面でだいぶ緩くなってきたと思うんですけど、もうちょっと育休産休とかをみんなが OK って思えるような社会になっていく、難しいと思うんですけど、そうなっていけたらいいんじゃないかなって思います。待機児童が増えるんだったら育休とかの期間も延ばしてあげないと
理にかなってないから、その間の子供どうするのってなるし、その間の収入どうなんのってなるから、そういうのはちゃんとやった方がいいなって思います。 Now, girls can work now, but they also have to work is a thing I heard recently more and more. It used to be that in the old days, the guys were earning a little bit more, and so the boys were like, you know, I want to support my family. I want to be the sole breadwinner and support my family. But now, they don't earn quite enough to do that. So the women can work now, but they also have to work. But since there's a limited amount of kindergartens, of babysitters, of extra support to help the families, a lot of weight falls on that young couple, and many are worried that they might not be able to make do if they put a child into their family. Loads of extra costs. Many good schools here in Japan are privatized, and then the extra cost for, you know, the school money and the school uniforms, it's a lot of money, and many parents have to save up very early in order to make it able for their kids to even go to university. So a lot of money goes into play once you have kids in Japan, because oh my gosh, the university fees here are very high. I mean, I come from Germany, it's for free, but still, it's a heavy burden on the girls, and they're worried that they might not be able to make do. Interesting though that there are some single mothers. Is the first time I actually heard anyone around me tell me that there are single mothers who are trying to raise kids. Again, it's a lot harder. I know, well, it's actually the second time. The first time is one of my friends, and I could see they were a little bit struggling to make do because there wasn't the extra income. And yeah, it's not easy, guys, in Japan. I know absolutely no one around me who's a single mother in Japan at this point in time, and all the people I know, also the Western girls I know, said I don't think I can afford having a kid here right now. I just don't know where I would have enough money to raise a child. So that's a big issue right now. So let us know what you're thinking about this topic. Looking forward to seeing some interesting input in the comments if you can. Don't forget, give us a like to say thanks for making this critical topic from time to time. Yeah, we're doing that too. And tick the notification bell so you don't miss the future video. Thanks for checking in, and I'll catch you soon on Ask Japanese. Bye!